こんにちは。今回は厚みのある凹凸のある模様編みを紹介します。この模様は中長編みの引き上げ編みを前段編んで作る模様です。編み地はこのように凹凸のある模様になります。厚みもかなりありますので、マットなどにもできると思います。膝掛けやブランケットなどを編むときは少し大きめなかぎ針を使ってください。今回は極太のアクリル糸を8号のかぎ針で編みます。しっかりとした編み地になりますが、ゆったりとしたいときは10号でもいいかもしれません。最初は鎖編みを10目編みます。ここから鎖編みを10目編みます。10目の鎖編みができました。1段目は中長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、次は中長編みです。ここから4個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに中長編みを編んでいきます。中長編みは針に糸をかけて、4個目の鎖編みに針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。鎖編み2目分ぐらいの長さに引き出して、次は糸をかけて針にかかっているすべての糸を引き抜いて中長編みを1目編みました。これが中長編みです。次も中長編みです。次の鎖編みの裏山に針を入れて中長編みを編みます。すべての糸を引き抜いて中長編みです。1段目はすべて中長編みを編んでいきます。中長編み自体が厚みのある編み地になりますが、今回は引き上げ編みをしますので、もっと厚地の編み地が出来上がります。鎖編みの最後まで中長編みを編みます。ここが最後のところです。1段目の最後の中長編みを編みます。1段目ができました。次は2段目です。2段目は中長編みの引き上げ編みですが、立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次には引き上げ編みを編みますが、引き上げ編みを編むのは1段目の中長編みの足の部分です。この足のところにかぎ針を入れて、後ろから針を手前に持ってきて、この位置に中長編みの引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて、1段目の中長編みの足の部分を拾って編みます。ここです。針を入れて、足を拾って手前にかぎ針を出し、糸をかけて長めに引き出します。少し長めに引き出してください。糸をかけてすべての糸を引き抜いて、中長編みの引き上げ編みを編みました。
次も同じように引き上げ編みを編みます。次の中長編みの足の部分に、ここです。この足の部分を拾って糸をかけて長めに引き出します。糸をかけてすべての糸を引き抜いて中長編みの引き上げ編みです。2段目は1段目のすべての中長編みの足を拾って引き上げ編みを編んでいきます。引き上げ編みは目が二重に重なるようになりますので、厚みのある編み地になります。このように裏側に中長編みの頭の部分が残りますので、凹凸のある編み地になります。中長編みの引き抜き編みを編みます。足を拾って糸は長めに引き出してすべての糸を引き抜いて中長編みの引き上げ編みです。1段目のすべての中長編みに引き上げ編みを編みます。ここで1段目の中長編みの最後のところを編みました。次に残っているのは立ち上がりの鎖編み2目を編んだところです。ここの鎖編みのところに針を入れて中長編みを1目編みます。これで2段目ができました。3段目も2段目と同じ編み方を繰り返します。こちら側は凹凸のある出っ張りが出てきました。3段目を編むと反対側に凹凸のある模様が出ます。3段目も立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次は3段目です。鎖編み2目で編んだところから2段目の中長編みの引き上げ編みを編んだ足の部分に、ここは頭の部分です。頭の部分ではなくその下の足の部分に中長編みの引き上げ編みを編みます。1段目と違って2段目は足の部分が短くなっています。頭のところではなく足の部分を拾って引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて2段目の中長編みの足の部分です。ここです。ここに中長編みの引き上げ編みを編みます。次も中長編みの足を拾います。2段目はこの隙間が狭くなっていますので、足の部分を拾って編んでください。足を拾いながら中長編みの引き上げ編みを編みます。2段目以降は毎段同じように中長編みの引き上げ編みを編んでいきます。今回は極太の糸を8号のかぎ針で編んでいますので、編み地がしっかりとした形になりますが、かぎ針を大きな10号とか
そういう大きめなかぎ針で編むとふわっとした編み地になります。ここが3段目の最後のところです。最後の中長編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。そして段の最後は鎖編みですから、鎖編みのところに針を入れて中長編みを編みます。鎖編みのところに中長編みを編んで、これで3段目ができました。このように毎段引き抜いた部分が持ち上がってきますので、凹凸のある編み地ができていきます。次の4段目も3段目と同じ編み方です。立ち上がりの鎖編み2目を編んで、前段の中長編みの足の部分を拾って中長編みの引き上げ編みを編みます。この足の部分を拾って引き上げ編みを編んでいきます。足のこのところに中長編みの引き上げ編みを編んでいきます。毎段同じように中長編みの引き上げ編みを編んでいきます。ここが段の最後の中長編みのところです。ここに引き上げ編みを編み、最後のところは鎖編みのところに中長編みを編みます。このように凹凸のある部分ができてきます。これで厚みのあるしっかりした編み地になりますので、マットなどにも向いているかと思いますし、バッグでも素敵だと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。